さっさしさっさへいへい、どうもこんにちは、よしです。今回ですね、久高島の方に久しぶりに潜りに来ました。学びに行った2人ですね。潜りました。今回の見どころはですね、巨大なアバサをついたり、巨大な伊勢エビですね。結構でかい、もう手のひら、こう、掴めるか掴めないかギリギリぐらいの伊勢エビついたり、イラブチャとかですね、チルマンとか、ヘビもいましたね、サメもいました。いろいろいたので、夜の海の綺麗な映像、お楽しみください。それではどうぞ。はい、早速島に到着しました。夕方最終便で島に行ってます。夕日が綺麗ですね。で、島に到着して、ここからですね、日が暮れるのを待って、潜りに行くっていう感じです。はい、早速画面に映ったのは、これはマラブニーですね。見た目によらず、黄色いフィン描いて、可愛い感じで、潜ってます。はい、次に現れたのがですね、こちらは海ヘビですね。はい、ちょっと掴んでみました。海ヘビはですね、ハブよりも高い毒持ってますので、真似しないようにした方がいいですね。はい、そっと逃がしておきます。さよならという感じですね。はい、それからですね、白波を越えながらずーっと沖の方まで進んでいきました。そして今見ているところがちょうどリーフの外側ですね。マラブさんがリーフの上の方、泳いちょっと浅いところですね。で、自分は少しリーフの外側付近のちょっと深くなっているところを潜ってます。で、一番最初に見つけたのがチヌマンですね。こちらちょっと穴の奥にいたので、本当はあんまりやらない方がいいんですけれども、ちょっと穴の奥のチヌマンをついて今引っ張り出しているところですね。で、浮上するときは上にロープが絡まっていないかとかですね、チェックしながら浮上します。危険なのでね。そして今ちょっとキルショットできずに、このチヌマン結構暴れてるので、サメが来ないかも見ながらですね、慎重に締めていきます。脳天締めをして保管してます。これ今チヌマンの脳天締めしてるんですけれども、チヌマンは結構割と脳天締めしやすいんですね。口なじとかトカジャとか結構脳天締めしやすくて、ものによっては脳天締めしにくい魚もいます。なのでこの辺は結構慣れてるんで簡単にすんなり脳天締めできてるっていう感じです。はい、次に見つけたのもチヌマンなんですけれども、今回はキルショットをすることができたので脳天締めをすることなく保管することができるので楽ちんです。ちなみにこの日の天候は晴れでですね、小潮で波も2メートルなかったのでかなり潜りやすい状況です。で、今干潮で今から深くなってくるっていうタイミングで海に入っていきました。はい、ちょっと深い、こっちは3メーターぐらいですかね。この付近で見つけたのは伊勢エビですね。こちらはカノコ伊勢エビという種類です。あまり大きくはないんですけれども、ちょっとキルショットを逃したので、目串の方でですね、脳天締めをしてから保管するととても網に入れやすいです。で、このギギギギ鳴いてるのは何ていうんですかね、この甲羅と甲羅が擦れる音ですね。カノコ伊勢エビ1匹目捕獲。はい、こちらも先ほどの伊勢エビのがいたところのすぐそばのポイントですね。こちらもカノコ伊勢エビ、同じ種類の伊勢エビいました。だいたい伊勢エビ類はですね、寝るところ決まってるので、毎回同じところに1匹いたら数匹一緒にいる感じですね。ここで暗い海底付近を照らしていますが、何がいるかお分かりいただけるでしょうか。こちらはネムリブカですね。サメ、早速現れました。結構ですね、サメって魚ついてる時に寄ってくるイメージがあるんですけど、自分1回だけですね、エビついてる時に横から体当たりされたことがあります。はい、襲われることはなかったんですけど、ネムリブカも目が悪いので気づかずにぶつかったっていう感じなんですけど、伊勢エビをついてる時にですね、横からぶつかったことがあります。なので一応この伊勢エビついた後もですね、サメが寄ってこないか見ながら浮上してます。目と目の間の柔らかいところに目串を突き刺して脳天締めっていうんですかね、これやると保管しやすいです。伊勢エビをですね、生きたまま取る漁師さんたちはハサミですね、専用のハサミみたいなので掴んで、そのまま浮き袋とか小さい船に浮かして、いるものにこうポンと入れて、そのまま持ち運んでるっていう感じですね。自分なんかはこんなって網で入れてるので、ちょっと殺さないと保存しにくいっていうのがあります。はい、次に見つけた獲物はですね、魚がいるように見えるんですけど、この魚の横にゾウリエビがいますね。こちらのゾウリエビを捕まえます。この左側にいるちょっと黄色っぽい魚はですね、タカノハダイという魚らしいですね。
以前コメント欄でリスナーさんが教えてくれました。ありがとうございます。タカノハダイという魚です。今回はゾウリエビを取りました。はい、こちら本日の見どころですね。巨大伊勢エビになります。ですね、島伊勢エビという種類です。島ではガンターと呼ばれたりしますね。こちらはオスですね。手が長いオスになります。こちらなんとですね、重さ測ったら 2.7 キロありました。かなりでかいです。このサイズになるとですね、網に入れるのを結構苦労するんですよ。この長い手足で網に絡んだりとかして、結構網に入れるのめんどくさいんですけど、こうやってね、しっかり脳天締めをして、弱らしてから入れると割とうまくいきます。脳天締めしてるとは言ってもですね、結構サイズがでかいので、なんていうんですか、簡単には入らないですね。で、しかもこの伊勢エビ取る前にゾウリエビ生きたまま取ってるので、そのゾウリエビが逃げていかないように注意しながら一応入れてますね。島伊勢エビ、このサイズ感です。でかいですよね。ちなみにこちらの島伊勢エビなんですけれども、頭は結構でかいんですけれども、肝心のですね、身が入っている尻尾の部分は意外とちっちゃいので、値段的に言うと先ほどのカノコ伊勢エビの方が高い傾向にあります。なんですけど、一応でかいので、YouTube 向けではありますね。伊勢エビの次に見つけたのが穴の奥にいる魚。こちらは何でしょうか。よく狙いを定めて、はい、キルショットですね。トカジャーですね。このトカジャーですね、チルマンと同じように尻尾の方に、カミソリみたいな針があるので、こちらもさばくときは結構注意が必要です。肝とか食べると結構美味しいんですけどね、トカジャーは。はい、こちらも穴の中にいる魚、ミーバイですね。今ちょっと逃げられてしまいました。ミーバイ系はですね、岩にひっついてるので、こう水中銃で撃ったときにシャフトがですね、ミーバイに当たりはするんですけど、そのまま岩に貫通して跳ね返っちゃうんですよ。なので今逃げられたやつをちょっと探してまた見つけることができたので、今度は頭めがけて綺麗に当てることができました。ちょっとですね、すでに 2,3 回、失敗しちゃってるので、頭の方少し、身がむき出しになってますけれども、競り出すことができました。はい、また現れました。同じ多分サメですね。眠りオカ。この辺からちょっとリーフの上ですね、浅いところ潜ってます。今ついたのがイラブチャーですね。あまり見ない種類です。オニハゲブダイという種類ですね。もう本当に水深の浅いところ、帰り際、水深が深くなってきてからですね、水深の浅いところをちょっと潜ってるんですけど、もうこのように今リーフの上に立ってる状態ですね。普段だと白波がちょうど巻いてるところですね。結構流れもあったりとかして、潜りをするにはめんどくさいんですけど、大きい魚はやっぱりこのリーフの上の付近によく寝てることがあります。今回狙ってるのはこの魚じゃなくてですね、南洋ブダイっていうんですかね、あと長ブダイっていう結構大きくなる種類の魚を狙ってるんですけれども、今回はちょっと見つけることができませんでした。はい、こちらもですね、ゲンナーイラブチャーって言って、イラブチャーの大きくなるコブが出てる魚を狙って探したんですけど、先ほどと同じオニハゲブダイですねがいました。サイズで言うと 2.5 キロから3キロぐらいですかね、このサイズは。で、あんまりこの島ではこの魚見たことないので、普段ゲンナーイラブチャーが寝てるところにいたのでちょっと調べたんですけど、沖縄本島でもですね結構珍しい種類って言ってました。で、今バシャーンと結構白波かぶったんですけど、こんな感じですね。白波が時々巻いてかぶさってくるので、マスクとかですね剥げないように、あと GoPro 今つけてるんですけど落ちないように、白波が巻くときはちょっと手でマスクと GoPro 押さえたりとかして結構注意が必要ですね、この辺りは。この
潜ってる時にこの白波が迫ってくる時音がするんですよ。でその辺の音をも見計らいながらですね、潜るタイミングっていうのを間違いないようにやってますね。浮上するタイミングで白波かぶったら結構めんどくさいですよね。息継ぎしようとしてるのに息継ぎできないっていうことになりますので、結構そのリーフ際で潜りやるときはその辺のことにもですね、意識を向けながら潜らないといけないです。はい、こちらもオニハゲブダイですね。この後マナブさんがついたやつも見せるんですけれども、ゲンナーじゃなくてですね、だいたいこのオニハゲブダイが眠ってましたね。そろそろライトの電池も少しずつなくなってきてですね、潜りも終盤戦となりました。この辺りぐらいからもう引き返しながら潜ってます。なるべく同じところを通らないようにですね、意識しながら別の場所を見るようにして潜って戻ってる感じですね。こちらはチヌマンですね。もうなんか波に揺られてるのが分かりますね。ちょっと波はいしそうな感じです、見ていて。帰り際は潮が満ちてきてですね、ちょっとうねりも出てきてます。はい、最後につくのはですね、こちらアバサーです。このアバサーがですね、結構いつもだったらスルーします。でも今回あんまり魚ついてなかったので、帰り際だったのでついたんですけども、できるだけキルショットさせていきたいんですよ。そうしないとですね、アバサーは膨らんで針が、トゲトゲして、締めるのも大変なんで、できるだけキルショットしたいんですけど、今回はキルショットできませんでした。でしかも場所が場所だけにですね、波が巻くポイントだったんでめんどくさかったですね。でキルショットできなかった場合はこのように目串で脳天締めするんですけど、いつもだったらですね、吉田は目からですね、脳みそに向かって脳天締めするんですけど、アバサーの場合はですね、このエラから脳みそに向かって目に向かってなんていうんですかね、ちょっと線を描くように目串でこうスパッと切るようなイメージでやってます。ただ今回のアバサーちょっとでかかったので、こう今切るような動作してるんですけど、思いっきりやっちゃうとですね、目串が曲がるんですよ。なので最後ら辺はもうちょっとついて脳天締めしました。ということで最後についたのはアバサーでした。ここからは陸の映像に戻ります。さあお疲れ様です。3時間ちょっとだよね、泳いで。こんな感じです。 OK、 じゃあ広げていこうかな。はい、こんな感じです。吉田は一応この辺でマナブリが圧倒的な力を見せつけて、イラブチャーのオンパレードで、2人で一応こんな感じ。だいたいパッと見40キロぐらいですかね。40キロあればいいかなっていう感じですね。OK、じゃあ、どうする？これに入れていく、全部。OK、OK。ピアバチ。大きいのかな？うん。1.8 ぐらいありそうじゃない？ OK。OK。翌朝ですね、昨晩ですね、夜中に帰ってきたんですけれども、そのままマナブリの船で仮眠取って、翌日朝一にですね、港に持って行って水揚げするという流れになります。朝日が心地いいですね、最高です。潜りに行ってから夜中帰ってきて、でその次の日の朝一には水揚げするので、鮮度はかなり抜群だと思います。
はい、ということで、先ほどですね、無事に水揚げ終わって家に帰ってきました。今回ですね、久高島に行ってきて泳いできたんですけれども、かなり、水も綺麗で気持ちよく泳ぐことができました。で今回ですね、水揚げも競りの結果が出てるので、大きいものだけ紹介していきたいと思います。一番大きかったのがですね、アバサですね。あれが 4.7 キロで、1キロ単価あたりが300円なので、結構いい方じゃないかなと思います。で、ゲンナがキロ単価1100円超えていました。ミーバイも1500円超えて、チルマもですね、高いやつは400円あったので、だいぶいいのかなと思います。で、今回伊勢海老も出したんですけど、僕ら全部ついてるんですけど、ついたやつがですね、3990円、約4000円ぐらい。これ全体的にもですね、割と高い単価でした。今回知念漁協たくさん結構潜りの魚いっぱいあったんですけど、いっぱいあったので、もしかしたら値段下がるかなと思ったんですけど、全体的に平均して高かったので、おそらくなんですけども、軽石の影響で、他の漁協さんとか、全体的に供給が少ないのかなと思って。なので、少し値段が上がったのかなっていうのがあります。あと、週末で消費される可能性があるということで、もしかしたら注文入ってて値段が上がったのかなっていうところです。いずれにしてもですね、イベントで今日他の海と話してたんですけど、やっぱり軽石があって潜れるとこ限られてると。その中でも、ちょっと無理して潜ってシュノーケルからですね、軽石が入ってきて、弁の方に軽石が詰まって難儀な思いしたっていう話も聞きました。一刻も早くですね、軽石収束することを願ってます。ということでですね、今回はここまでですね。ご視聴ありがとうございました。